もし仕事を依頼してきた相手の本当の目的があなたへの下心だったらどのようにかわしますか。2020年9月6日、熊本県熊本市。その日の夜、マンションの玄関付近へやってきたのは近隣の大学で研究員として働いている西川智香さん。そこではメガネをかけた白髪頭の男が待っていました。行きましょうか。嬉しそうに笑みを浮かべるその男はマスク製作会社の社長熊谷和弘。新型コロナウイルス蔓延でマスクが不足する中、熊谷はウイルス関連の研究員である智香さんにマスク開発のアドバイスを求めていたのです。しかし智香さんは気づいていました。お食事に行く前に聞かせてください。あなた本当にマスク開発やってますか。智香さんと熊谷はもう何度も食事をしていましたが、肝心のマスク開発の話には一切進展がなく、智香さんはこれ以上話しても無駄だと感じていたのです。そして彼女は熊谷を厳しく追及したために、この後マンションの敷地内で遺体となって発見されるのです。マスク開発の相談に乗る善意の行動の中、被害に遭った女性。親子ほど年の離れた2人はどのように出会い殺人に至ったのか。男は気に入った女性に近づくため別人になり変わっていたんです。おそすけんちゃんです。やみやみこです。めちゃくちゃ前にディズニーシー行って、はいはい。ビリーブをね、初めて見た時に、わかんない。ビリーブっていうのがあんの？演目があんの？何それ？パレード。へえ、そういうのがあんの？壁とか全部プロジェクションマッピングとかで、いろんなキャラクターは出て、なんかミーシャの曲で締めくくり、で一番最後に NTT ドコモの提供ですって言って、ちょっとなんか微妙な感じなんだけど、冷めるわね。その手前までめちゃくちゃいいやつで、はいはい。あれ見た時に、すげーって感動したのと、クリエイターとしてほんと僭越っすよ。悔しいと思ったの。これをウォルト・ディズニーっていう男がキャラクター育ててテーマパークを作って東京にも出して、こんなパレードやって、俺はなんかその傍観者の一人なんだって思うと、僕レベルがね、悔しいと思うことすらおこがましいです。素敵ね。なんかそういう視座を持てるって素敵ね。いやでもこれってね、クリエイター病だと思ってて、なんかさ、映画とか見てても、これどうやって撮ってんだろうとか、ディズニーで言うと、シリキ・ウトゥンドゥってなんで毎回どうやって消えてんだろうとか、ソアリンの絵のやつが絵画っぽかったのになんで動いてんだろうとか、あれモニターかな多分ね。なんかもう私たちの知らない技術がいっぱい使われてるのかもしれないからね。考えすぎちゃうみたいなさ。という悔しい経験をディズニーにしちゃう。行くとしちゃうんだ。そうそうそう。純粋に楽しめなくてかわいそうね。いやでも純粋な時もあるよ。でもこれってまあ僕はね、クリエイター病だとして、皆さんもね、なんかこう、職業柄、日常生活にこういう影響出るなとかさ、僕が学生の時だったらね、なんか知り合いがコンビニの店員さんをやってたんですけど、自分の働いてる系列のコンビニに行った時に、なんか普通にいたらお客さんが入ってきたらその効果音でいらっしゃいませって自分で言っちゃうみたいなさ。なんかそういう系もあり、なんかそうレストランとか飲食店を経営してる人がいろんなお店行って原価率考えちゃうとかでも何でもいいんですけど、そうだから職業柄自分が日常生活でこういう癖出ちゃったわとか、うわこれやらかしたなとかさ、そういうのがあればぜひねコメント欄でいただければと思います。今回は熊本県で発生した殺人事件をご紹介します。この事件では35歳の女性が67歳の男性に殺害されてしまうんです。これ恐ろしいのは、下心で近づいてきたその男が30歳の年の差にもかかわらず、何度もね、食事に行くほど親密な仲になっていたっていうことなんです。30歳差って言ったら場合によってはね、親子より離れてる年齢差じゃない。それなのにちょっと失礼な話、お金をめちゃくちゃ持ってたのとか、特別な理由があったんじゃないと思うけど、どうなの？まあこれね、客観的に見たときに、まあこの男に何か魅力があるみたいな感じは正直ね、しないんですよ。まあ男はね、もう若い女性に近づくためなら手段を選ばないとんでもないやつだったんです。事件現場の状況から犯行は当初強盗目的のように思えました。しかしそう見えたのは犯人が警察を撹乱するためだったんです。遺体が語る真実。2020年9月7日、熊本県熊本市中央区午前8時半頃、マンションの敷地内で溝の中に横たわる女性の遺体が発見されました。スマホも財布も持っていないんじゃ何もわからないな。女性は何も所持品を持っておらず、身元の特定は困難。警察は似顔絵を作成し公開捜査に踏み切りました。すると遺体発見の翌日、警察宛てに娘に似ているという連絡が入ったのです。両親によって身元を確認されたその女性は近隣の大学で研究員として働いて
ている西川智香さんだと判明しました。この大学のね、研究員っていうのも事件の鍵を握る要素なんです。これね、後でね、どう関係してくるのかわかるので、ぜひね、皆さん覚えておいてください。でも研究員だから狙われるとかってそういうこと？ありそうでなさそう。わかんない。大学の研究員だった智香さんの研究分野は、ウイルス感染を阻害するタンパク質に関するもの。幼少期から研究者になることを夢見ていた彼女の情熱はひとしおで、過去にはスタップ細胞の研究に携わっていたことも。そうやって人一倍熱心にウイルスの研究に勤しんでいた彼女のこと、事件が報道されると巷ではこんな噂が囁かれるのです。彼女はウイルス治療に関する重大な秘密を知ってしまい殺されたんじゃないか。しかしその噂は智香さんがウイルス関連の研究員であることだけを根拠にやじ馬が面白がって言っているだけの話。警察はスマホや財布、自宅の鍵などの所持品が見つからなかったことから強盗目的での犯行を疑っていました。ところが司法解剖の結果、智香さんは紐のようなもので絞殺されているものの、もがいた際の首の引っ掛け傷や争った形跡は見当たりませんでした。このことから無差別な強盗ではなく顔見知りの犯行である可能性が高いとされたのです。その後警察は智香さんの勤めている大学の敷地内で彼女の所持品のリュックが捨てられているのを発見。その中には財布やノートパソコンなどの貴重品が入っていたのですが、スマホだけは見つからず次のように推測しました。スマホだけがなくなっているのは証拠隠滅のためか。それなら犯人は事件前後に被害者と連絡を取っているはずだ。ここから警察は大学関係者や現場周辺への聞き込みを実施すると、智香さんの交友関係の中から一人の不審な男が浮かび上がってきたのです。その男の名は熊谷和弘。警察がこの男のスマホを確認すると、熊谷は智香さんと何度となくメールや電話のやり取りをしていることが判明。親子ほども年の差があり、一見接点のなさそうな2人がそれだけ頻繁に連絡を取り合っていることはどこか不自然に思えたのです。事情聴取をすると熊谷は案の定死体を捨てたと認めました。彼は死体遺棄容疑で逮捕され、取り調べが進むうち殺人についても容疑を認めます。また熊谷は智香さんのスマホに関して現場付近の川に捨てたと話しており、これは結局その後も見つかっていません。聞き込み調査で周りの人がさ、すごい不審がってたってことは、なんか単純な友達っていう関係でもなさそうよね。メールとか電話を頻繁にしてさ、一体何を話してたのよ。智香さんはね、大学でウイルス関係の研究をしているってさっき話しましたよね。実は当時蔓延し始めた例のウイルスが2人の出会いのきっかけだったんです。同じ志。智香さんが大学の研究員として働き始めたのは事件から5ヶ月前の2020年4月で、時勢は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の真っ只中。街ではマスクや消毒液などの衛生用品が品薄となり、智香さんも自身の研究の重要性を身に染みて感じていました。そんな状況の中、一人の男が彼女に声をかけてきたのです。私はマスクの製作会社を経営しているのですが、コロナの蔓延に際して新型のマスクのアイデアをいただきたいんです。お勤めの大学への寄付も考えています。どうかご助力いただけませんか。その男こそ熊谷和弘でした。人一倍熱心な研究員だった智香さんは、自分の研究が世の中のために活かせるならばと熊谷の話を2つ返事で聞くことにしたのです。研究員っていう職業ってのはそういう関係があったのね。だって自分が研究してる分野でさ、そうやって助けてくださいなんて言われたら、それに気持ちに応えたくなるわよね、普通。同じね、志を持つ人同士っていうのは惹かれやすいっていうのがね、あるんですよ、傾向として。なので智香さんが熊谷のね、相談に答えたっていうのは、そういった心理的状況っていうのもね、あったのかもしれません。というわけで本日のメトラキーワード、類似性魅力仮説について。類似性魅力仮説とは、趣味や価値観などに関して似ている点が多い人には好意を抱きやすくなるという心理学上の仮説。有名なのは1965年にアメリカの心理学者ドン・バーン、ドルティン・ネルソンによって行われた実験。まず大学生の被験者に教育や福祉、人種問題など様々なテーマのアンケートを実施します。そして後日、被験者に他人が答えた同じアンケートを見せ、その人物の好感度を評価してもらうという内容でした。この時用意された他人のアンケートは実は架空の人物のもの。被験者と完全に回答が一致しているもの、50% 一致しているもの、30% 一致しているものがそれぞれ用意されました。結果、どの生徒も自分のアンケートと完全に回答が一致している人物に高い好感度を示し、一致率が低いほど好感度が低いという結果に。例えば恋愛の場面でも、この類似
性魅力仮説を応用した相手が好きだと言ったものを自分も好きだという相手と自分の考えが似ていることを強調するなどのアプローチが効果的とされているのです。熊谷が友果さんにマスク開発の相談を持ちかけてきたのは、彼女が大学の研究員になってすぐの2020年4月のこと。それから2人は頻繁にメールや電話のやり取りをし、時に一緒に食事をしたりする関係となっていきました。しかしやり取りを交わすうち、友果さんは違和感を抱くように、この人本当にマスクの開発やってるの？何度食事を交わしても熊谷はマスク開発の具体的な話には触れず、取り留めもない雑談を繰り返すばかり。それも当然のこと。実は彼は企業の社長ではなく、友果さんの住むマンションの清掃員だから。なんでマンションの清掃員が住人の職場まで知ってんのよ。キモすぎるわよ。これもうさ、住人のことをね、なんか事前にいろいろ調べ回ってたんじゃないかって勘ぐっちゃいますよ。清掃の仕事中に見かけた友果さんに好意を抱き、彼女と接点を持ちたいと考えた熊谷。友果さんが大学の研究員であることを知った彼は、マスク開発をしている会社の社長のふりをすることを思いつきました。こうして熊谷は友果さんと連絡を交換し、食事に誘うことには成功しますが、すぐにボロが出てしまうのは目に見えていたのです。マスクの話は急ぎではないんです。それより休日は何をされてるんですか？マスクの話になると曖昧な返答をしたり、専門用語をまるで理解していなかったり、その振る舞いに不信感を募らせた友果さんは彼の電話にも出なくなっていきました。それでも熊谷は友果さんへの連絡を執拗に繰り返しました。そして2020年9月6日、友果さんは熊谷と会う約束に応じるのですが、当然のごとく穏便に話し合いをするつもりなどなかったのです。絶対許せない。あの男、一言文句を言ってやるんだから。マスクを開発してる会社の社長ってさ、それは専門知識がないとバレるのは当然じゃない？なんかこいつ頭が切れるんだかもって思ってたら短期的なさ、ことしか見えてないバカみたいな感じもするし、わかんないわね。しかもね、相手はウイルス研究をしている人ですからね。この研究にね、熱心にね、取り組んでいた友果さんのことなんで、熊谷のね、こうした行動っていうのに対して、かなり頭にきていたみたいなんです。許されぬ侮辱。約束の日の夕方5時半、マンションの玄関付近で熊谷と待ち合わせをしていた友果さんは時間通りその場所へ現れた。久しぶりに会う彼女を前に熊谷は一瞬頬を緩める。しかし友果さんは打って変わって彼を厳しい目つきで睨みつけていた。あなたのことはもう信用できません。本当にマスクの開発やってますか？話が毎回噛み合わないし変だと思ってたんです。友果さんの問いかけに対し熊谷は表情を曇らせ、うつむき加減でこう言った。最近電話にも出てくれなかったし、覚悟はしていたよ。自分は社長なんかじゃなくただの清掃員なんだ。話し相手が欲しくて嘘をついた。どうか許してほしい。しかし責任感の強い友果さんとしてその謝罪は受け入れられるはずがなかった。私はマスクのデザインについても最初に話を持ちかけられた時から真剣に考えていました。その気持ちを利用しておいて話し相手が欲しかったなんてふざけないで。謝罪すれば彼女が許してくれると考えていた熊谷にとって厳しく追求する友果さんの態度は予想外のものだった。真面目に研究に勤しんできた彼女としては熊谷の行動は侮辱に等しかったのだろう。いくら熊谷が頭を下げても友果さんはまくし立てる声を止めようとしなかった。ごちゃごちゃうるせえな。やまない友果さんの言葉に耐えかね、彼女の首元にその手を伸ばした熊谷。彼は手にしていた細い紐でその首を思い切り締め上げた。ほどなくしてその場に崩れ落ちた友果さん。熊谷は周囲を気にしながらその体を引きずりマンションの敷地内へ、そして人目のつかない溝の中へ動かなくなった友果さんを突き落とした。いや、嘘ついて女性に近づこうとしてそれを責められたから殺すってもう身勝手極まりなさすぎてさ、謝って本当のこと話せばそこから仲良くしてくれるっていう、そういう淡い期待を抱いちゃってたわけ？きっとそうだと思いますよ。というのも、この熊谷の若い女性と親密になりたいっていう欲求がね、かなり異常で、もうこれ被害者ね、友果さんだけじゃなかったんですよ。嘘を繰り返す男。裁判において熊谷は友果さんを殺害した理由を次のように供述。彼女に激しく責められ耐えきれず口を塞ごうとしました。それだけのはずが紐がずれて首の方に行ってしまって無我夢中で自分でもどうなっているのか分かりませんでした。しかし実際のところ友果さんの頬や口元には紐で締め付けられたような形跡はなく、熊谷の発言は遺体の状態と矛盾していました。また弁護人は熊谷が友果さんの首を絞めたのは責め立てられたのを黙らせるためであって殺意も計画
格性もなかったと主張。この言い分についても検察は殺意がなかったとするのは無理があると反論。熊谷の左腕には友果さんの歯型が残っており、彼女が少なからず抵抗したことを物語っていました。それにもかかわらず熊谷は3分以上も力を緩めずに彼女の首を絞め続けていたのです。検察は熊谷に対し供述が不合理で信用できない、真摯な反省が認められないと糾弾。事件から約1年後の2021年10月8日、熊谷は殺人死体遺棄で有罪となり懲役18年の判決が下されたのです。また裁判を通して話し相手が欲しかった、若い女性と仲良くなりたかったとも話していた熊谷。彼は友果さん以外にも30代の女性に近づこうとしたことがあり、その際は芸能プロダクションの関係者を名乗りお金を騙し取っていました。その他にも熊谷は20代30代の複数の女性に対し同じように嘘をつき、身分を偽って近づこうとしていたといいます。いや、こいつただ若い女性に近づくだけじゃなくてさ、お金まで騙し取ってるってもう根っからの悪党じゃない。まあね、なんか年相応とかそういう言葉あんま好きじゃないんですけど、これに関してはなんかいい年してね、こういうことしかできないのかって正直思っちゃうところではあるような事件でした。若い女性と仲良くなりたいという身勝手な男の欲望から一人の女性の命が奪われることとなった今回の事件は、私たちにとっても決して人事ではありません。出会いのツールとして SNS やマッチングアプリが当たり前となった昨今では、熊谷のように身分を偽ることもたやすくできてしまいます。相手がオンラインで見せている情報のどこからどこまでが真実かなど、赤の他人の私たちには知りようもありません。一度や二度会うくらいなら人となりもいくらでも取り繕えるでしょう。そうやって素性の知れない相手と会う時があったとして、あなたはどのように危険を避けますか？もしパートナーが自身の感情をコントロールできない人だと分かったら、あなたはそれでも付き合い続けますか？2025年7月26日、ブラジルリオグランデドノルテ州、防犯カメラに向かって手を振る男女の姿が監視カメラに残されていました。これだけなら単純にカップルがふざけているだけにも見えるかもしれません。しかし実際には、やめて、来ないで、ほら監視カメラだってあるのよ。そう、女性が監視カメラに手を振ったのは監視者に助けを求めるため。しかし男は動じず、むしろ堂々とカメラに向かって手を振ってみせます。そしてわずか1分後、必死で男をなだめる女性に向かって彼はその顔面を正面から殴りつけたのです。そのまま一気に距離を詰め、何度も女性の顔を殴り続ける男。暴行はエレベーターのドアが開くまで36秒間にわたって続きました。その間に男が女性を殴った回数は61回。エレベーター内で発生した女性に対する激しい暴行事件。60回以上女性の顔を殴った男の経歴と供述内容とは。筋肉隆々とした大人の男の内面に潜んでいたのは、私利私欲という自己欲求のみだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。